はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は年末までの大まかな流れと気をつけることをタロットで見てみたいと思います。お願いします。もうね3ヶ月切ってしまったので、年内悔いなく過ごせるようにちょっとアドバイスなりヒントなりをもらってみたいと思います。それからカペラノートをご予約くださった皆さん本当にありがとうございました。10月14日までの申し込みになってまして、これは11月の末かもしくは12月頭にお届けの予定です。そしてもちろんPDF を楽しみにしてますって思ってくださってる方もありがとうございます。 PDF は11月の末ぐらいの販売になります。はい、では行きましょう。お願いします。年末までですね。早いですね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの7、ソード8逆、女教皇の逆、ワンドページ、ワンドクイーン逆、ソードの4、ソードの10逆、はい、気をつけることや対策がワンドの9とペンタクスの9と、はい、オラクルが、はい、ペンタクルスナイトの逆ですね。なるほど。12月までの大まかな流れっていう風にした時に、まず自体はゆっくりと流れていますっていう風に言われています。何か急にねすごい勢いで変わってっていうよりも、ゆっくりゆっくり想定通りにというかね、進んでいきますよっていうのがまず一つの流れですね。10月っていうのはね、前回のお話ししたように非常にその自分の無意識とか家の中を整えたりとか家庭内のこととかなんかそういったことを整えることによって自分の気持ちがすごく落ち着いてゆったりと自分の世界を見ていけるとか、また自分の世界を作っていけるみたいなのがあるんですよね。そして11月になるともう10月の末以降ですね、11月になるとさらに火星もね獅子座に入るということで、何か自分にしかできないことをもっと頑張ろうみたいな気持ちになったり、またカニ座の皆さんにとってはレジャーとか恋愛とかクリエイティブなこと、何かを作ることっていうことにすごく焦点が当たってくる、そこに光が当たるので、なんか楽しくなってきたなみたいな感じはあるかもしれません。11月の方が、忙しいけど楽しいとか、なんか自分がお料理でもいいし別にお掃除でも何でもいいんですけど、何か やってることが楽しいなみたいな、自分が作り出してる毎日なんだなっていうことを感じそうです。そして12月に入ってくると今度は日常をしっかりこなそうみたいなね、役割を減らそうとか、今抱えてる仕事の役割を減らそうとか、なんか家事の分担をきちんとしようとか、もう最低限のことだけでいいやみたいな、なんか自分に課してる課題とかその義務とか責任っていうものをできるだけ減らしていくみたいな、そんな流れになってきそうです。だからなのかカードで見てもなんとなく全体的にすっごいうわ挑戦だみたいな感じじゃなくて、想定通りにゆっくりペースで進んでいきましょうみたいな、そんな感じです。そしてカードが言われているのは、やはり今まだね可能性っていうのはいろんな可能性があって一つに絞れないぐらいの状況なので、そのままでいいですよっていう感じです。何も今はっきりさせなきゃいけないわけでもないし、変に現実的になってこれはダメだこれはいいみたいに分別する必要もないし、自分には何ができるのかなとか、どんなことが向いてるかなみたいなことを考えていくのもいいみたいなんですね。特に11月っていうのがそういうの楽しいし、クリエイティブなエネルギーも強まってるし、想像していくっていうのもいい感じです。でその前にというか、それに伴って自分が楽しんでいくとか人生を豊かにしていくっていった時に気をつけてもらいたいことが、こうでなければ楽しめないみたいな、そういった条件付けっていうのをできるだけ外していってねっていうふうに言われていますね。11月4日に自分の価値っていうものをもっと使っていきたいとか、お金稼ぎたいみたいなその思いから、その前まで、要するに11月4日前までっていうのは自分自身にバイタリティがあるので、何かできそうな気がするっていうね、何かの
種が生まれそうな気がするみたいな感じがあってとてもいいんですけど、そこにすごく現実的な思考というか、これはこういうもんだからみたいな、そのエネルギーがある意味ちょっと邪魔してるって感じがあるんですよね。すごく賢い考えだったりとかアイデアかもしれないんですけれども、でも知らないでなんて言うんでしょうね、問題を知らないで可能性を見ていくことによって新しい可能性見えてくる、こんな可能性あったのっていうのが見えてくるってあるんですけど、全てをなんか結論すいません、全てを結論付けてこの時はこうしたらいい、あの時はこうしたらいいっていうふうにこう分別するみたいな思考でいくっていうのはある意味リスクはなくいいんですけれども、その無限の可能性っていうものが出てきにくいと。で11月はそこを楽しんでほしいから、あまり思考的に偏らないでねっていうのがメッセージだと思いました。そしてもう一つ、お仕事とか要するになんかね、年末までとにかく義務や役割を減らしていくっていうのがテーマらしいです。テーマみたいです。なので仕事でもよしこんなこと頑張って、あんな風にやって、ああいう風にしてっていう風にこうなんかやっていくというよりは、それ楽しいとかクリエイティブな喜びとしてやる分にはもう全然膨らましてもらっていいんですけど、仕事としてやるっていう責任とか義務とか役割っていうのでいくと、いやもうそれは手放していきたいんですみたいな感じがあるので、そのエネルギーがなんか違うんですよね。ご自身がお仕事に対して感じていることや自分の義務だと思っていること、日常生活のことでもそれに関しては減らしていく動きがあります。ただ別に仕事とか義務とかじゃなくて、これただ私やりたいからやりたいんですっていう、クリエイティブなエネルギーとしては上がっていくっていう感じがあるので、自分が何に対してどちらのエネルギーで物事を見ているかっていうのがすごくポイントですね。なのでもう仕事を辞めたいんですって思ってる人からしたらもっと辞めたい気持ちが強くなるかもしれないし、いやもう仕事始めたところでまだまだできないけどでも楽しくてもっと学びたいって思ってる人からしたらそれがもっと楽しくなるってことなんですね。そんな感じです。なので非常にどの視点で物事を見てるかによってエネルギーが下がってるように見えたり上がってるように可能性が膨らんでるように見えたりするよと。だけど現実は穏やかに想定通りに進んでいく、特に大きなトラブルとかすごい奇想天外なことがあるわけではなく、このまま行くよっていうふうに言われています。それともう一つ興味深いのが、ここで99っていうのがすごく並んでまして、これは何かに到達する前の段階みたいな感じがあるんですね。でこのペンタクルス9っていうのも本当にチャンス、もうチャンスが来てるよっていうことで、これからどんな世界に入っていけるんだろうか、今までの自分の状況とは違う世界を見れるよとか、違うものが得られるよとか、何か人生が変わるなっていう、人生の分岐点、上がっていくっていう手前の分岐点なんですけど、そのカードが出てるんですね。なので非常に年末までの間にご自身が経験したことや感じたことを持って、次の段階に行くんだなって感じがしてるんですけども、なんかそれがおそらく年明けとかその辺りにはもうそういうふうに感じていくんでしょうけども、その前にその運勢というかその可能性というのはすごく来てるけれども、でも今の自分で十分なんだっていう意識も忘れないでねっていう感じがしました。これはそこの次のチャンスが来てるからこそ、そのチャンスに乗っていくには何かをプラスしなきゃいけないとか、もっとこうでなければならないみたいな意識になりやすいんですね。何かが足りてないみたいな感じになるんですけど、今の自分でできることでやればいいんですみたいな、そんな感じなんです。このワンドの9はね、たとえ自分が万全の状況じゃないし、あれも足りてないけれども今の自分でできることを精一杯やりますと、そうすることでチャンスは十分に生かされますよっていう感じがしたので、あんまり準備するとか揃えなければならないっていう意識はなくていいよって感じかな。特になんかその専門知識とか資格とかそういったものがないとダメだって思いがちですけども、いやいやなくてももともと備わってる才能や技量やなんかそういうの経験で十分やっていけるよっていうふうに言われてる気がしました。興味深いですよね。そのさっきの義務とか役割に関してはもう嫌だみたいなもういいですって言って下がっていく感じ、もうそれは手放したいんです、手放すのも勇気がいるけどでも手放したいんですっていう感じで手放すんだっていうふうに思うし、そうかと思えば
でその自分から湧いてくる感覚に関しては楽しいんです、もっとやりたいんですみたいな感じがあるので、何に対してご自身が手放したくて何に対して増やしたいと思ってるかってことをご自身の中でねぜひ感じてみてくださいね。そうすることによって年末までの動きがえらく違って感じるような気がします。ちょっとそれを踏まえた上でちょっと気をつけること、年末まで気をつけることっていうのをちょっとね見させてください。はい、ジャッジメントということで裁きというカードが出ています。これは誰かに対して何かを言いたいとか文句を言いたいとかもっとこうしてほしいって言いたいって思いながら実は自分のことを一番責めてますよねみたいな感じです。自分はこんなに無理して頑張ってるんだからあなたも頑張ってほしいとか、もしくは別に他者に対しての裁きじゃなくても自分のことをとにかく責めてるっていうカードなんですね、これは。でここにも出てますなのでさっき言ったみたいにもっとこうじゃなきゃダメなんだとかもっとこうしなくちゃっていう意識はもうなくして、こう思考的なねこうすればうまくいくとか戦略的な思考とかもなくして今の自分でできることをやるんだ、今の等身大の自分でしか現実を生み出せないみたいな感覚でいることでいいよってことなので、自分を責めるのはとにかくやめましょうみたいな、自分を裁くのもやめましょうって感じですね。年末までね。それがちょっと気をつけることというかそうするためにどうしたらいいのかというヒーリング方法を見たいと思います。トゥルースということでそのままのあなたでいいんですよってまた言われてますね。役割とか義務とか世間にはこう見られるとかそういうのを外して本当の自分で身近な人と手をつないでいけばいいんですよっていうふうに、もうそれができそうな雰囲気があるんですよね、これでもうまさしくこれはもうお見合いみたいなチャンス、何かに嫁いでいく前の段階みたいな感じがあって、誰かにはもう誰かはいるんだみたいな感じもあるし、ただ現実はゆっくりゆっくり進むのでそのままの自分でねっていうのを覚えておいてください。そしてそうすることによって年末までに何が手に入るんでしょうか。はい、自由ですって。いいじゃないですかね。自分を縛っていたその感覚からようやく自由になれるのかもしれませんね。自分に与えてあげる自由があるみたいですよ。そして最後もう一枚、はい、神聖さということで、もうなんか宇宙とつながってるこの宇宙と一体化になって自分の世界を作っていくねっていう感じが出てます。いいですね。何かしらこのメッセージ参考になりましたでしょうか。何か皆さんもご自身のね体感でこういうことだろうなみたいな感じで収めてくださいね。はい、ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録コメントで教えていただけると嬉しいです。それではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。